こんにちは。突然ですが、皆さんベアフットシューズっていう靴はご存知ですか？僕も毎日それを履いて生活していますし、終鉄の会員さんにも結構履いている方が多いんですけども、どういうシューズかというと、ちょっとお見せしますね。これはベアフットシューズのサンダルタイプのものなんですけども、普通のサンダルと何が違うかというと、靴底が見てください。ものすごく薄いんですね。ペラペラで、1センチもない、本当に1センチ未満の、靴底、こんな感じで、くるくるに丸まってしまうぐらい薄っぺらいと。こういう靴底の薄いで、つま先とかかとに高さの差がないものをこのベアフットシューズっていう風に言うんですけれども、こういうサンダルタイプもありますし、スニーカーのタイプもあって、これと同じように底がペラッペラの薄いものでできている。メーカーは結構いくつかあって、値段もピンキリだったりするんですけども、で自分が今履いてるのはこのゼロシューズっていうアメリカのメーカーなのかな、そこの商品を履いて愛用しています。紐で縛って足にピタッとフィットさせて履くことができて、このままこれを履いて走れるっていうようなサンダルなんです。5000マイルだったかな、ランニングで酷使しても大丈夫ですよっていうような、すごく丈夫にできている、このソールみたいなんですね。ランニングできる、ピタッとフィットしますので、足先での遊びっていうのは特にないですし、ぴったりのサイズのものを履いてこのまま走ると。じゃあですね、なんでこんなペラッペラな靴底のシューズがおすすめなのか。靴底の厚い靴っていうのは、姿勢を作っていくことに対してすごく弊害があると考えています。じゃあですね、ベアフットシューズどういいのか解説していきます。ポイントはですね、裸足に近づけるっていうことです。素足の感覚に近い状態で生活するっていうところがポイントです。靴底にクッションがあったりして、その靴自体がサポートするっていう機能を一切省いていることによって、立ったり歩いたり走ったりするときに、本来どういう負担が、どういう刺激が体に加わるのかっていうのを正しい状態で知ることができます。これを履くことによって、楽に走れるとか、楽に立てるとか、安定するとか、そういう人の姿勢にプラスするような機能を付け加えたものではなくて、逆にそういうものを一切省いていると考えた方がいいと思います。長く歩いたり長く走ったりすれば、それだけ靴のサポートがないので非常に疲れる。僕これを履きながらランニングとかしてるんですけれども、初めて履いた時はですね、足の裏からふくらはぎにかけて、この膝下全体ですね、バッキバキに筋肉痛になってしまいまして、で距離としてはそんなに多く走ったわけでも全然なくて、これまで軽く、走り込みをした時と同じぐらいで走ったつもりだったんですけども、バッキバキに筋肉痛になってしまって、ものすごいびっくりしました。それと同時に、走る時もし素足で走っていたとしたら、こういう筋肉の疲労があるんだっていうのを思い知ることができたということですね。これまでなかなか使ってこなかったような小さな筋肉であったり、足の裏のバランスを取る細かい働きを司る筋肉なんかがものすごく鍛えられます。これまで楽なスニーカーで生活していた時に、これらの筋肉が全くもう機能しなくなっちゃってたんだなっていうのを思い知ると思います。そして足の裏の感覚っていうのがものすごく研ぎ澄まされてきます。これによって体が地面の状態っていうのをものすごく正確に感じ取ることができるようになって、バランス感覚とかこの体の位置感覚っていうのをとっても向上してくると思います。そしてこの足の裏から感じ取る地面の感覚、それを正確に自分の体が感じ取ることができることによって、姿勢がですね、正しい状態にだんだん導かれていくようになります。地面に立った状態というのをいびつな情報を感じ取って立っていると、当然体は間違った情報をもとに姿勢を作っていくというか、そういうふうに癖がついていくので、
どういう、靴を履いているかによって姿勢っていうのはいくらでも悪くなっていくんですね。これがベアフットシューズを履くことによって、ほぼ裸足に近いような感覚で立てるわけなので、人間が本来バランスよく立つための自然な姿勢というのを徐々に取り戻していくことができるようになってきます。この今お話ししている正しい姿勢というのは強い力を出すということではなくて、まずは無理がない姿勢で立てることがとても重要なんですね。この辺のお話は以前テンセグリティということについて解説した動画がありますので、その動画を参考にしていただきたいんですけれども、そのテンセグリティ、全身がとてもバランスが整ってどこかに過剰な負担がなく、重力に対して一番無理がなく立てる状態、この姿勢をまず見つけることが正しい姿勢であったり、体の軸というものを正しく理解するためには必要なんですけれども、そのためにですね、足の裏の感覚を素足に近い状態にして最も自然な状態をすり込ませるっていうのにベアフットシューズっていうのがとっても役に立つと思います。で、我々はですね、家にいて裸足でいる時間よりもね、外に出てビジネスシューズを履いている時間がとか、通勤時間ですとか、とにかくね、靴を履いて生活している時間っていうのがものすごく長いんですね。その靴を履いている時間に自分の体にとって不自然な状態を常に作り続けていて、本来足が働くべき機能を使わなくていいような靴を履いてずっと生活していたとしたら、ものすごく大きな歪みとなって将来的に体に跳ね返ってきます。正しい靴を履くというのはものすごく大事なことなんですね。このベアフットシューズの効用、もうちょっと踏み込んでお話をすると、これによってですね、歩き方っていうのが自然な状態に矯正されてきます。歩き方の練習とかを特別なものをやらなくても、こういう靴を履いて生活をしていくだけで正しい立ち方、歩き方というのが自然に学習していくことができます。外を歩くときに大股で歩くようなことがよく推奨されていますけども、遠くに足を伸ばそうとすると、こういうふうにかかとから着地してつま先にかけて重心を移動していく。ほとんどの方が、それが常識だと思ってやっていると思うんですけれども、皆さん試しにですね、このベアフットシューズなり、素足でですね、外とかね、広い体育館とかでもいいので、その同じ歩き方をやってみてもらいたいんですね。かかとからトントントンとこういうふうに着地して大きな足幅で歩く。これをですね、素足でやるととっても不自然、なんか嫌な感じになると思います。かかとが地面に着地するときにゴツ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 地面にぶつかるわけですよね。すごく不自然で、足になんかすごく良くないなっていうのはやってみてすぐわかると思います。だけどね、これ不思議だと思いません？皆さんこの裸足でやるととても違和感のある歩き方ですけれども、スニーカーを履いて外に出た時にはこの歩き方をしているわけなんですよね。なんで外でこの歩き方をしても平気なのかというと、かかとが痛くないように分厚いクッションが入っているからなんですよね。本来素足でできるような歩き方というのが体にとって自然なはずなのに、そうじゃない歩き方が癖がついてしまっていると。で、この薄いスニーカーとか裸足で歩こうとすると、かかとからガンといかないで、足の裏全体とかちょっとね、上足底の方とか、着地する時にうまく足の裏とか足首でクッションみたいにして体にガンと衝撃が来ないようにうまく着地するようになるんですね。これが本来、自然な歩き方なんです。つま先側から着地するというのは体の軸を整える上でものすごく大切なことなんです。舟鉄で、これ昔から、会員さんにも指導していて熱心に取り組んでいる練習方法でジャンプがあるんです。ただただその場で高くジャンプして着地した瞬間にまたトーンと上に飛び上がる、トン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 とこうマサイ族のジャンプするようなイメージですね。トン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 と跳ねる練習をするんですけども、この時自然に、当然ですけどつま先から着地しますよね。かかとからドンっていったらものすごい体が壊れちゃいそうな感じになると思うんで、つま先から
トンと着地して衝撃を受け止める姿勢というのがとても体にとっては自然な状態なんです。このジャンプトン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 の延長でそれがそのまま前に動くことによって今度走る動きになったりとか、歩く時もそうですね。体にかかった重力に対してそれを正しく受け止められる体の在り方で着地をする。でそれを繰り返していくことによって体の軸とかバランスっていうのは整っていきますので、とてもこれ大事なことなんです。そしてもう一つついでにこのジャンプの練習のメリットとしてもう一つはですね、このつま先から着地をした時に体に筋肉の連鎖というのが起きるんですけども、これがつま先から体幹にかけての運動連鎖というのがビンと働くことになるので、また体幹を整えるためにもものすごくいい効果があると。で姿勢を整えつつ、体の中の体幹までの運動連鎖を学ぶことができるので、ジャンプの練習はとってもおすすめです。皆さんも健康目的でもいいので、ぜひこのトン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 って垂直にジャンプする練習ですね、取り入れてもらったらいいかなと思います。縄跳びとかでやるのはちょっと違っていて、着地した時の衝撃をトンと自分の体に受け止めて、それをすぐにポンと跳ね返すような体使いの練習なので、縄跳びとかではなくて本当にまっすぐ立って何もない状態でトーントーントーンと真上に飛び続けるのがいいかなと思っています。それから、さっきお話をした足の裏のバランス、細かい筋肉がバランスを取るために働くんですけれども、こういうものがしっかりと機能するようになると、ものすごく体が安定するようになるのを感じられると思います。体っていうのは常に揺れているので、本当に細かく微調整してくれてるんですね。小さい筋肉たちがふわふわの、靴底のシューズなんかで歩いてたりとか、運動したりすると、この機能をほとんど使わなくて済んじゃう。どんどん退化していってしまうんですね。この足の裏のバランスを取るっていう働きを体感してみたいなっていう方は、以前紹介した片足立ちで目を閉じてバランスを保つ練習、これはですね、ぜひやってもらいたいなと思います。目をつぶって片足立ちになって、腕でバランスを取らない、こういうふうにバランス取らないようにして目を閉じる。で片足立ちになる。1分間ぐらい足をつかないで耐える練習ですね。これやると本当に細かい足の裏のセンサーとかですね、そういう働きの重要さっていうのを思い知ることになると思います。で正しい姿勢というのは、背骨がねボーンと真ん中にあって、ぐらつかない背骨の周りに、体の筋肉や骨がこうひっついてるというようなものではなくて、骨も内臓も筋肉もね、皮膚も全部をまとめて一つの体なわけで、これがまっすぐ立つためにはいろんなものが働いてないといけないんです。その中でとっても重要なのがこの、目からの情報だったりとか、この三半規管のね体の傾きを感知する情報だったりとか、体を全体として考えた時に正しいポイント、一番負担のないポイントというのがあると。中心軸とか中心とか言ったりするんですけども、全身の筋肉が協調してバランスを保っていけるように、足の裏の筋肉とか指先の筋肉、体幹の筋肉もそうですし、いろんな筋肉の連携がスムーズにできるような状態にしていく。こういうふうにね、正しい姿勢っていうのを考えるともう途方もない作業になるかのように思いますけれども、今日紹介したこの素足感覚っていうのを大事にする、生活してみる、こういうのを心がけることによって、なんか特別なことをしなくても知らず知らずのうちにこの体の機能っていうのが改善していくっていうことになりますので、皆さんもぜひ試してみてください。このベアフットスニーカー、もし試してみようと思われたとしても、一つ注意点、最初ですね、かなり疲れると思います。薄底の靴で歩くということにものすごく変な感じ、歩きにくいなっていう感じとかあると思いますけれども、これはね、裸足で外を歩いたらどうなるかという状況が急に生まれてるっていうことですので、ものすごい足が疲れるっていう風になると思いますけども、無理せず、コツコツ試していければそれが普通の状態になってくると思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。以上です。ありがとうございました。